どのご家庭にももう絶対揃ってると思うんですが、いや、思いのほかめちゃくちゃいいですね。どうも、ベッテンクルーの大河です。いやーもう3月突入ですね。はい。あっという間の2月という感じだったんですが、2月はほんと特にナイキさんがスニーカーラッシュという感じでしたね。各社はすごかったんですけど、3月もね、ナイキさんなんかは特に、ヤマックスデーが控えてるんでね、スニーカーラッシュになるんじゃないかなと思いますしね。あと各社決算月も相まって、いろんなスニーカーラッシュが来るんじゃないかなと。3月もね、すごい期待してるんですが、ところで皆さん欲しいスニーカー変えてますかっていうところなんですが、昨今のスニーカーブームでね、僕も含めてなかなか欲しいスニーカーっていうのが変えてない状況なんですが、いかがでしょうか。変えてない時どうするかっていうと、もう僕に関しては手持ちのスニーカーをもうめでるしかないですよね。はい。もう持ってるスニーカーで楽しむしかないんですが、そんな時にですね、今流行ではないんですが、スニーカーのカスタムですね。はい。もう結構前から海外では、スニーカーカスタムっていう文化はあったんですが、日本では、ここ最近、って言っても5、6年ぐらい前なのかな、からスニーカーカスタムしてる人を結構見るかなっていうような感じです。で、僕自身もですね、3、4年ぐらい前からですね、こういうアンジェラスのペイントを買って、スニーカーカスタムって言っても色塗るぐらいなんですけど、やってました。ここ最近はやってないんですが、何よりですね、こういうペイントであるとか、筆とか、あと、やっぱり技術ですよね。技術と忍耐って言ったらいいのかな。あと時間もかかるし、なかなかカスタムってやりづらいですよね。ただそんなカスタム業界で、ヴィンテージカスタムやってる人結構多く見るかなと思います。それこそミッドソールまでね、染めちゃったりして、結構かっこいいなと思います。僕自身もすごい興味あるんですが、なかなかやる時間がないということで、そんな時にですね、シューレースを変える。皆さんもやってると思うんですけど、シューレースをイメージチェンジして変えて遊んだりしてるんですが、シューレースの中でも、ヴィンテージカスタム、ヴィンテージシューレースっていうのが流行ってるらしくてですね、ちょっと僕も欲しいなと思って、いろいろサイト見てたんですけど、やっぱいかんせん高いんですよね。ワンペア2、3000円ぐらいするんで、ちょっと手を出せないなということで、今手持ちのシューレースをなんとかヴィンテージ風にカスタムできないかなと思って、そんな時にちょっとコーヒーで、ホワイトのシューレースを染めてみようということになりましてですね、ちょっと今回それが、なかなかうまくいったんではないかなと思うんで、やり方の方をご説明したいと思います。今回はですね、どのご家庭にももう絶対揃ってると思うんですが、その道具というか材料を使って、シューレース染めていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまず材料というか必要なもののご紹介です。今回シューレース2種類ちょっと用意してみました。まず1種類目が、靴屋さんで買ってきたんですけど、コットン 100% のシューレースです。で、もう1種類がナイキさん純正のシューレースです。これはジョーダン1に付属してたホワイトのシューレースです。ちょっと2種類なんで用意したかっていうと、こっちコットン 100% なんですけど、ナイキさん純正のものってややストレッチが効いてるというか、伸び縮みするので、多分なんですけど、アクリル系の、糸が織り込まれてると思うんですよね。はい。なんで、このコットンとアクリル系が入った、コットンシューレース、ちょっとどういう風に染めの違いが出るかなって気になるところなんで、2種類やってみます。ともに白のシューレースなんですが、あとサイズの話ですね。ジョーダン1は紐結ぶ方は160センチ、これも160センチなんですが、160で問題ないかなと思います。ジョーダンでよくある紐をたらっと結ばずに履かれるタイプの人は140で、いいかなと思います。ダンクのハイカットとかも140でいいと思います。で、ローカットに関しては120センチでいいかなと思います。とりあえず紐ですね。続いて、コーヒー染めなので当たり前なんですが、コーヒーです。ドリップコーヒーとか出がらしとかでも大丈夫なんですが、僕は今回簡単にインスタントコーヒーを使います。大さじ1杯分で大丈夫です。続いて、牛乳と
お水です。量はどれぐらいでもいいんですけど、牛乳とお水1対1です。これ何のために使うかっていうと、コーヒーの、染めをするのに染まりやすいようにですね、最初にシューレースに細工をしておきます。この牛乳のタンパク質が、コーヒーとこう染まった時により強固に染まるようにですね、タンパク質とちょっと結びつけておく必要があるそうです。とりあえずこちらです。で、最後お塩です。はい。これはですね、染色の止めですね。はい。色止め、の作業の際にですね、塩を使いますんで、これが必要となってます。以上です。じゃあ最後おさらいなんですが、シューレースと、コーヒーですね。と、牛乳とお水で、お塩。もうこれだけです。一応あとですね、お鍋、用意してください。お鍋と水ですね。水は、500ml ぐらいで大丈夫です。はい。もうそれだけです。めちゃくちゃ簡単なんで、とりあえずやっていきましょう。じゃあまず最初にですね、牛乳にもうお水を足して、よいしょ、一緒にします。続いてですね、もうそのままシューレース入れちゃいます。溢れないようにちょっと気をつけながらシューレース入れてください。いい感じじゃないでしょうか。もう一本の方もちょっと後で入れますね。で、この牛乳に漬け込まして、だいたい1時間ですね。1時間漬け込みます。で、その後紐をギュッと絞って陰干しです。水ですすいだりしないでください。以上で大丈夫です。さあ、というわけで乾燥が終わりました。完全に今乾燥した形になってます。めちゃくちゃ牛乳臭くて、ナイキさんのシューレースに関してはパリッパリになってますが、ここから染色、染めの作業に入っていきます。まずはですね、水 500ml ですね。これをお湯を沸騰させます。さあ、お湯が沸きましたので、いよいよコーヒー入れます。めちゃくちゃいい香りです。で、ちょっと火を弱めます。じゃあ、いよいよシューレース入れていきます。どうなるんだろう。でもなんかもうすでにちょっといい感じ。このまま、だいたい15分、20分、15分ぐらいで多分大丈夫だと思います。つけ置きます。はい、じゃあ15分経ちました。なかなかの色になってます。めちゃくちゃ濃いですね。これ水ですすぐんでどれぐらい落ちるかなっていう感じなんですが、ちょっと楽しみな色ですね。では火を止めます。そしたら最後ですね、塩を適量入れます。多分小さじ1杯ぐらいですね。塩を溶かすように混ぜます。この塩が色落ちを防ぐ効果があるそうです。で、このまま1時間ですね、つけ置きます。では1時間経ったんで水ですすいでいきたいと思います。めちゃくちゃ濃い色になってます。これ大丈夫かな。なんか一応このお湯が冷めていく段階で色がこう入っていくそうなんで、多分30分つけ置くと結構薄い色で、1時間で割と濃い色になるのかなと思うんですが、もうそこ染めムラができちゃってますね。この辺は難しいな。でもこれはこれで味なのかなとは思うんですが、でも色は落ちますね、やっぱり水ですすぐと。こんな感じの色ですね。いいかもしれない、でも。よし。じゃあもういいかなと思うので、これを、よいしょ。ぎゅーっと絞って、またですね、乾燥します。さあ、完成しました。いい感じだと思うんですけどね。ナイキさんの純正のシューレースの方が、
ちょっと残念ながら色ムラがかなりできちゃってるんで、難しいところなんですが、これも入れてみたら意外といいんじゃないかなと思います。わざと感があるかなと思うんですが。で、コットン 100% のシューレースがやっぱりかなり綺麗に染まってますね。ちょっと色なかなか伝わりづらいと思うんですが、そうですね。なんかやっぱり色落ちして、すごく馴染んだような色味になってるかなと思います。コーヒーにつけてる時のすんごい濃い色、これ本当に大丈夫かなって思ってたんですけど、全然いい感じですね。すんごいナチュラルな風合いになってます。早速ですね。スニーカーはやっぱりちょっとクラシックなやつがいいと思うんで、ダンクに入れてみましょう。はい。というわけで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、シューレースをヴィンテージ風にカスタムするということで、コーヒーでシューレースを染めてみようというプロジェクトでございました。意外とよくできたかなと思います。ナイキさん純正のシューレース、これ今ちょっとすごい見づらいと思うんですけど、かなりね、ムラがあったんで、これ大丈夫かなと思ったんですけどね。入れてみると、ムラがすんごいいい感じでね、ミシガンのこの感じと相まって、すごいヴィンテージ感増したかなと思います。極論ね、ミッドソールも染めたいなっていう感じなんですが、これはこれですごいいいかなと思います。しばらくちょっとこれで履いてみようかなと思います。で、コットン 100% のシューレースはね、案の定綺麗に染まったんですが、ちょっと綺麗に染まりすぎてどうかなっていう感じもあるんですが、これもね、なかなかいいんじゃないかなと思います。本当にね、クラシックなジョーダンであるとか、ダンクには結構こういうヴィンテージ風カスタムというか、カスタムシューレース、なかなか似合うんじゃないかなと思うんで、家で全部揃うもので、簡単にできるんで、ぜひ皆さんも試してみてください。はい。というわけで今回の動画でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。